はい、お風呂に入ってきました。今からスキンケアしようと思うんですけれども、最近の私の使ってるスキンケアアイテムだったりとか、あとは今日コスメキッチンに行ってきてリピート買いから、あとは夏に特化したスキンケアアイテムをねいくつか買ってきたので、そちらも一緒にご紹介しながら最近の私のスキンケアルーティンをお送りしていきたいと思います。まずはいつもコスメデコルテのリポソームアドバンストリペアセラム、これはもうずっとね長年使ってますね。お風呂上がったらまずは最初にこれを肌にのばしてます。これ何だったっけな、なんか全方位エイジングケアみたいな感じのこと書いてあった気がするんだけど、これをね使い続けてると肌の調子がやっぱり安定的にいいので、もうずっとこれをね一番最初に毎朝毎晩使ってます。でその後はいつもラネージュのクリームスキンローションっていうのを使ってるんですけど、これちょっと新しいやつね買いました。これももうお気に入りでずっと使ってるね。韓国旅行に行った時に買って以来ずっと使ってるんだけど、これはねいつも専用のねポンプに付け替えてミスト化粧水としてね使ってます。こちらです。これ専用のやつが売ってるんですよ。私はこれ店舗で買ったんですけど、ネットとかでも買えるみたいなんですが、通常はねこのちょんちょんちょんってやるタイプのヘッドなんですけど、それをね私は必ずこのミストタイプにしてます。これがすごい使いやすくていいんですよ。ミストがねかなり細かくね出てくれるのですごく使いやすい。これで顔にミストしてなじませます。で次はこちらです。これ無印の発酵導入エッセンスパッドなんだけど、これは以前無印の購入品の時に使ってみてよかったら皆さんにまた紹介しますねとお伝えしたと思うんですけど、これめちゃめちゃいいです。やっぱ買って大正解だった。こういう丸型のねパッドなんですけど、それをこうほっぺたとちょっと折りたたんでおでこと雑にちぎって鼻の頭のとこと顎のとこに貼ります。この発酵導入エッセンスパッドのいいところはね、ひたひたすぎないところですね。私ひたひたすぎるパックが本当に苦手というか、いつもこうやってパックしてる間に髪の毛乾かしたりするんですけど、やっぱ液がひたひたなパックとか使うとポタ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 顎からねこう滴り落ちてきてパジャマが濡れたりとかね、そういうのがすごく嫌で、だからかわかんないんだけど、なんかこう全顔のフェイスパックってあんまり使わなくて、いつもこういうねパッドタイプのものを使うんですけど、韓国コスメのねフェイスパッドみたいなのもいくつか試したことあるんですが、やっぱり液がひたひたすぎてビシャビシャになるんですよ。でもこれは本当にねちょうどいい。もうねほんと液だれすることなくしっかりね潤いを感じさせてくれつつ、フェイスパッドの大きさもちょうどいいので、これすっごくお気に入りです。でこのフェイスパッドをねしながらこの待ってる時間にこちら飲みたいと思います。これ愛ちゃんからもらったんだけど、韓国のやつでザクロとホンサムのドリンクです。こういうパウチに入っててこのまま飲むんだけど、愛ちゃんっていつもこういう健康系のなんかさっと飲めるサプリだったりとか、こういうドリンク系のものとかいつも持ち歩いててさ飲んでるんだよね。本当に偉い。私はこういうのに本当に疎いから、愛ちゃんから教えてもらったものをねいつもこう取り入れさせてもらってるんだけど、今月の終わりぐらいに韓国にね弾丸で行こうと思ってて、で愛ちゃん誘ったら行けるっていうことだったので、2人でね1泊2日でね韓国旅行行こうと思うんだけど、楽しみ。また韓国で愛ちゃんに話題のスキンケアだったりとかコスメとかこういう健康系のドリンクとかサプリ教えてもらえるの。はい、発酵導入エッセンスパッドでちょっとパックした後、今日はこちらファミのオーロラデューイーマスクアイパッチ、こちら使っていきたいと思います。これは目元専用のシートマスクらしいです。私ファミ大好きなんですよね。ファミのスキンケア私の肌にすごい合ってて、目元用のシートマスク初めて見かけたなと思って今回買ってきました。疲れた印象が現れやすい目元にひんやりとした使用感で潤いを与えて生き生きと輝くような状態へ導くプレミアムスポットケアということで、結構清涼感があるっぽい夏にぴったりの目元用シートマスクですね。これをね目の下に貼ります。あ、裏側が結構プルプルしてる。うわ、すごいひんやり気持ちいい。
いや今日っていうか昨日泣いたんですよ私、久しぶりに。なんで泣いたのかっていうのはちょっとお伝えできないんですけど、全然病んでるとかなんか夫婦間のトラブルとかそういう感じじゃないので本当安心してほしいんですけど、もうどうしようもないねっていうことが人生にはあるじゃないですか。どうしようもなくて切ないっていうことがあって、ちょっと泣いちゃって、でなんかアリゾナに行った後ぐらいからもう泣きたいと思った時は思いっきり泣いた方がいいっていうことに気づいて、今まで結構泣くことを我慢してたっていうか、泣いてもこうすぐね涙止めれるんですよね。なんかこう号泣することってなんかほとんどなくて、でもやっぱりね泣きたい時は泣いた方がいい、恥ずかしがらずにと思って、泣くことでこうもういっぱいいっぱいになってたものがこうバーって溢れ出してすっきりできるので、泣きたいなと思った時は泣こうと思って結構しっかりめに泣いたんですね。そしたらもう目パンパンになっちゃって、でそして泣き疲れて寝て、夜中にね起きて彼と一緒に日本対ブラジルのワールドカップ見て、寝不足も相まってもう目元がもう最悪な状態なんですよ今。なのでちょっとひんやりさせないと思ってこちらのねアイパッチを買ってみました。めっちゃいい感じ。この貼る部分のハイドロゲルがもうプルプルしててすっごく気持ちいいし、ずっと冷たい。あとその後こちらもまたファミュローズバウンシーセラム、こちらも買ってきました。これはリピートです。彼と住んでる家の方でこれ使ってるんですけど、こっちの家になかったなと思ってこっちの家用に買いました。これはねつけ心地がいいし、きつすぎないローズのね香りが心地よいし、潤いもね感じられるし、あとねなんかこれを使うとちょっと張り感というかそれもね同時にね感じられるのがすごく気に入ってます。特にね朝に使いやすい美容液で、メイク前にね使うとね結構メイクのノリがねいいような気がしててすごく好きなんですよ。こちらファミのローズバウンシーセラムで、最後こちらイニスフリーのレチノールシカディフェンスクリーム、これ使っていきます。これをね最近使い始めたばっかりなんですけど、ジェル状のレチノールシカクリームです。やっぱ夏はねもったりとしたねクリームみたいなやつじゃなくてジェルが好きなんですね。ジェル状のやつの方がベタベタしなくて好きです。とにかくベタつきたくないんだな私って話してて思うんですけど、とにかくさっぱりとしたつけ心地が好きなんだな。はい、でこれ結構ねそういうさっぱり感、ベタベタしない感じがあって、しかもレチノールシカなんで気に入って使ってます。そんな感じでスキンケアは以上なんですけど、買ってきたものそれを最後にご紹介したいと思います。まずこちらかわいいムーミンのパッケージ、こちらムーミン×ナリンなんですけど、バスエッセンス買いました。バスエッセンスセットですね。今までずっと気になってたけど一回も使ったことなくって、このパッケの美女に惹かれて今回ついにね購入しました。あ、中は別にムーミンじゃないんだ。あ、この外装箱だけがムーミン。お、シール入ってた。ムーミン×ナリンのオリジナルシールですね。箱の中に2つバスエッセンスが入ってます。1個がエキセアナ、あとはこちらジュニパーですね。はい、このバスエッセンスね、こちらのセット買いました。今度使ってみようと思います。あとはこちら、これもパケ買いしちゃったやつだ。ベルダのピンクピーチシャワージェルです。めっちゃ可愛くないですか？なんかこれ、ね、夏限定らしいんだよね。ボディ用洗顔料なのでボディウォッシュとして使えますね。でこれとにかくね香りがね良くて、ピーチのなんかみずみずしくてフレッシュな甘い香りがすごくね夏っぽくていいなと思って買いました。あとは食品系かな。ミートゥデイの蜂蜜ですかね。お、中開けたらこんな感じの、多分ここでこうパキッと折ってチュッと舐めるタイプの蜂蜜っぽいんですけど、マヌカハニーブレンドレモンプロポリスということで、ちょっと6月ね頑張って仕事もねちょっと一区切りついて、ちょっとふっとね気が抜けて体調崩しそうだななんて思ったりしてるので、そういう時こそマヌカハニー舐めないとということでこちら買ってみました。これ今舐めてみようかな。1個見えるかな。こういう感じで出てきます。美味しい。レモンが入ってるからかな、すごいさっぱり舐めれるわ。これはいいね。常に常備しておきたい。最後はこちらレモンジュースですね。これは韓国のみたいなんですけど、箱の中にはいこういう感じでスティック状のレモンジュースが
入ってます。これはねそのまま飲んでもいいし、水に薄めたりとかお湯に薄めて飲んでもいいし、なんかサラダとかにかけてもいいらしいんですけど、忙しい日常の中でビタミン C を手軽に摂りたい、砂糖不使用、濃縮還元してないレモン 100% を詰め込んだスティックだそうです。さっきもこの愛ちゃんからもらったザクロのドリンク飲んだと思うんですけど、なんかちょっとこういうねこうビタミン C サクッと取りたいなみたいな、そういうのがね欲しいなと思ったので買ってみました。はい、そんな感じですね。私がいつも使ってるスキンケアアイテムだったりとか、新しく買ってみておすすめだよっていうものをね一通りご紹介させていただきました。何かの参考になればね嬉しいかなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。今日は7月の2日ですね。あっという間に6月が過ぎて7月がやってきましたね。気分転換というか、なんかこう気持ちを一新するために髪の毛をね切りました。昨日いつも行ってる美容室じゃないところに行ってみて、ちょっと雰囲気を変えたいなと思って、まずカラーをねずっともう2年半ぐらい赤を入れてきたんですよ。ブリーチをせずに行けるとこまで赤を入れてくださいっていうオーダーをいつもの美容室のところでしていて、ずっとね赤を足してきたんですけど、ちょっと飽きてきて赤を消してもらって、ちょっと透明感が出るようなベージュにしていただきました。で髪はレイヤーカットしてもらって、顔周りがねちょっとこういう感じでちょっと動きがね出るようにしていただきながら、前髪もね切りました。前髪なしもね似合ってますみたいな風に言っていただけたこともあって気に入ったんですけど、なんかこう全体的にね変えたいなと思って久しぶりにまた前髪を作りました。はい、結構気に入っています。あとは先週の日曜日23時59分に、ヒンクヌンクから出たワンハンドルショルダーレザートートバッグ、こちらの受注をね締め切りました。本当にたくさんのご予約誠にありがとうございます。この2週間ぐらいですかね、
本当にこのバッグについて動画もねたくさん上げさせていただきましたし、インスタライブもしましたし、ストーリーでもいろんなねお知らせをさせていただいたかなと思うんですけれども、それによって皆さんが3色あるカラーの中からどのカラーにしようかなっていうのを決めれたかなと思いますし、何よりもねこのバッグの良さを皆さんがレビューとしてシェアしてくださって、それをね見て購入をね決めていただいた方も多かったかなと思うので、本当にありがとうございます。商品の到着はね10月以降になってしまうんですけれども、こちら到着をね楽しみにお待ちいただければと思います。なのでね、先週の日曜日にこのバッグの販売が一旦ね終わったので、ほっと気が抜けてというか、今週はそういう感じで少しねこうゆったり過ごさせていただきました。で、今日はね雨なんですけど、今からねちょっとねミスタードーナツにモッチュリンを買いに行こうかなと思ってて、今話題のモッチュリンご存知の方の方が多いですよね。もうモッチュリン戦争ならぬ、モッチュリンを購入するためのいろんなねエピソードみたいなのがスレッズとかに流れてくるんですけど、モッチュリンって予約しないといけないのかなとか、なんか何時に店舗に並んだらいいんだろうとかも全然そういうの知らなくて、みんなどういう風にそういう情報を仕入れてるんだろうってずっと思ったんですけど、この前実家にね日帰りで帰省した時に一緒に帰ったね姉がモッチュリンの買い方を教えてくれて、ミスタードーナツのアプリを携帯に落として、このモッチュリンっていうこのね特別ページがあるから、そこを押してモッチュリンの各ショップ販売スケジュールっていうのがあるから、これを見て買いに行ってるんだよみんなって教えてくれて、なるほどということで、これを見てねちょっとモッチュリンをね買いに行きたいなって思います。なんかこういうのをさちょっと買いに行くような時間ができたことが嬉しいし、今年の1月から6月まで結構バタバタと頑張ってきたので、2026年の下半期は少しゆったり余裕を持って過ごせるような、そんな半年になったらいいななんて思ってます。あとはなんか引っ越しとかもしたいですね。なんだろう、変えたいみたいなのがちょっと湧き上がってきたというか、こういう髪型もしっかり住む場所というか、そういうのもねちょっと変えて気分転換したいななんて思って、最近はねもう毎日物件をね探しています。はい、ということで今からモッチュリンを探す旅に出たいと思います。今日はね最高23度で割と涼しめで雨も降ってるので、こちらヨービオトープのくすみピンクのトップスを着てます。そこに下がセオリーのデニムです。そしてこのピンクのトップス着てる時はブラウンのトートバッグ合わせたいなっていつも思うので、ダークブラウンのレザートートバッグを持っていきます。ではそれでは行ってきます。
始まりました。最近土曜ラジオ第69回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。このラジオは私がこのうちにアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。はい。本日69回はビールのつまみワングランプリを開催していきたいと思います。イエーイ。待ってました。はい、今日から7月1日、はい。夏が始まりますね。夏といえばビールでしょう。はい。という全然ビール飲まないのねビールでしょうということで、ビールに合うおつまみを皆さんから募集して、はい、たくさんいただきまして、今回また彼がいくつか買ってきてくれました。はい。今回はですね、この週末で76件かな、コメントいただきまして、はい、今回7件採用させていただきました。はい、こちら7件です。でそしてビールも一応7個揃えました。はい、オリオンビールとか長浜の IPA ビールとかあちらのビールとかちょっとご当地揃えつつ、僕が好きな札幌ビールのサマーベルスっていうのは夏っぽいものとか、これはプレモルの夏風香るエール、本当だ、限定って書いてある。はい、で、夜な夜なエールと、一応あなたのために思っておすすめのノンアルビール、これ美味しいです。ありがとう。では乾杯していきますか。はい、はい、私夜な夜なかな。じゃあ夜な夜なでいきましょうか。夜な夜なで、わ、ちょっとすぐ酔っ払っちゃうかもしれないから。あ、そうだ、一応これは買ってきました。ウコン。ウコンちょっと言ったのこれやっぱ効くんだ。わからん。はい、では乾杯。乾杯。夜な夜な美味しいよね。飲みやすい。なんかハートランドに似てない？ちょっと。そう？結構癖はある方だと思うけどな。本当？じゃあちょっと始めていきますか。はい。どうせ酔っ払っちゃうしさ。僕はここに来る前にサウナで整って、もう最高の状態で今。このラジオ終わったらもう寝るだけっていう、完璧な状態なんだ。はい。では行きます。ビールのつまみワングランプリ、エントリーナンバー1、安倍厚製菓柿の種のオイル漬け味のプレッツェル、税込み270円。柿の種のオイル漬けがニンニク香るつぶつぶ食感のプレッツェルに、手軽に楽しめる新しい新潟土産。お菓子だからいつでも手軽に楽しめる、配布しやすい箱のスタイルに、重厚感のある今までの瓶スタイルとは一転、ご飯の時間ではない時間にも柿の種オイル漬けを楽しんでいただけるようにと、お菓子という新しい形をご用意しました。身近な方々へ分けて楽しんでいただくことも可能です。柿の種オイル漬け味のプレッツェル、はい、初めて見た。すごいポッキーみたいな、プリッツね。プリッツみたいな入れ物に入ってて、ほんとプリッツみたいだね。ほんとね。見た目はその通りですね。はい。でも確かにつぶつぶ食感っていうだけあって、なんかまとってる感じあるわ。なんかね、ここにね、ニンニクレベル4って書いてあるんですよ。結構ニンニクなんだね。これもニンニクのつぶつぶ食感、カリプチつぶつぶ食感の楽しいプレッツェル。乾燥させたニンニクの粒を塗り込んだプレッツェルの生地は、ザクザクとした食感が特徴の柿の種のオイル漬けならではの発想から生まれたオリジナル製品です。やっぱりビールのお供に最高。柿の種のオイル漬けがそもそも売ってるんだね。そうね。そう。それをお菓子にもっていうことになってるんだ。へえ。じゃあいただいていいですか。はい。うわ、すごいニンニクじゃん。うまっ。すごい美味しいこれ。すごい美味しい。これめっちゃニンニクじゃない？すごいわこれ。小屋取りネーム週末乾杯部員さんから、ミクさん先生こんにちは。ビールに合うおつまみグランプリ、私の一押しは新潟の柿の種のオイル漬け味のプレッツェルです。サクサク食感にニンニクとラー油のパンチが効いていて、一度開けるとあと1本だけが止まらない危険なおつまみです。合わせるビールは新潟限定の風味爽快にしてがおすすめです。この組み合わせは海鮮を食べに新潟へ旅行した帰りに新幹線で楽しんだ思い出のセットです。ぜひ2人にもこの新潟セットで乾杯していただきたいですということで、今回ちょっとビールはご用意できなかったんですけど、これはね、銀座のすずらん通りかなにある新潟県のアンテナショップ、そうなんだ、で購入しました。へー、結構
いい場所に置いてあったんで、あ、人気なのかもね、人気なんのかも。有名なのかもね、で美味しい。このラー油のちょっとほんのりした辛さと、このガツンとニンニク感と、なんかちょっと餃子食べてるみたいな感覚に近く感じない？確かにカリーの後にちょっとジャリじゃないけど、このつぶつぶ感が乾燥させたニンニクの粒だそうです。それが舌の上に乗るよね。これはね、うまい。あと1本が結構しっかり食べた感ある。俺のプリッツを食べた記憶をたどると、よりちょっと太い気がする。あと硬い、ちょっと。これマジうまいわ。マジで美味しい。想像してるよりもニンニクがすごい。すごい、ほんとすごい。これ合う。夜な夜なに。夜な夜なに合うね。これお酒飲まなくても普通に。いつもつまみだけ食べてる。つまみをさ、お菓子にする人いっぱいいるじゃん。これは新潟のアンテナショップにしかやっぱ売ってないのかな。見たことないもんね、確かにその辺のさ、コンビニとかで。そうね。あと多分オンラインショップでも購入できるはずです。やばい、これめっちゃ美味しいです。なんかさ、新潟ってさ、お米有名やからさ、なんていうの、米菓子っていうんだっけ。だからハッピーターンとかって新潟じゃなかった？あ、本当？俺違ったかな？へえ。違ったらあれ。バカウケが苦手じゃなかったっけ？あ、バカウケだっけ？なんかそんな気がした。止まんないんだけどめっちゃ美味しいこれ。これはなかなかいいトップバッターじゃない？しかも美味しい。柿の種って、酔っ払ってくると落とすんだよ。なんかちょっとイライラしてくるよね。こうするかね。柿の種俺一粒一粒じゃもう足りないわけ。柿ピーとかも。だいたいもう手のひらに一口分ザッザッって入れて、これがたまに酔っ払ってくると外すんだよ。確かに。これは外さない。確かに。手についたこの粉も美味しい。ここまでニンニク効いてたら、ビールです。いや、これは確かにビールだわ。めちゃめちゃ美味しい。最高。やばい、酔っ払っちゃう、どうしよう。では次行きたいと思います。エントリーナンバー2番、石原水産マグロチーズ税込み600円。製造開始から10年余り、ここまで販売できたのは本商品が愛されたからこそ。水産物×チーズという難しい組み合わせに魚屋が本気で開発に取り組み、市場に長年愛されてきた一品です。甘口のマグロの角煮をベース原料としてまろやかなチーズを合わせ、一口でも食べやすい形に整えたマグロチーズ。水産庁長官受賞品としてマグロチーズが選出されましたということです。美味しいはもちろん、いかにして地域の水産資源を活用しつつ各社の生産技術、販売欲の向上に寄与する水産加工品に表彰をする制度ですということで。すごい、マグロチーズ。前回の酒のつまみ1グランプリ1位カズチーでしたよね。あ、カズチーでした。次はマグロチーズならぬマグチー。多分ね、あなたのね、好きなポイントをね、調査さんがね、だんだん把握されてきてる。カズチー好きならマグチーも好きでしょっていうことなので、見たことある気するわ。どこだったかな、成城石井で買ったような気がします。あ、見たことある。お、真空されてんだ。美味しそう。何これ。めっちゃ美味しそう。食べやすいね、こうパクッとね。いいですね。カルパス形式ですね。いい。いただきます。大好きこれ。うわ、うまっ。マグロがすごい凝縮されて、うまい。骨すっごいもったりしてるからビール飲んでも一気に流れない。それはいいことなのか。私関東だけかもしれないんだけど、給食になんかこういうマグロの角煮みたいなやつを、なんか醤油かなんかに漬け込まれたそういうご飯のお供があったのね。それの味がしてなんか懐かしくて嬉しい。なんかこういうこれのもっと味濃いやつ、こういうキューブ型のやつが銀色の袋に3つ入っててね、でその銀色の袋に魚のマークが入ってるなんか角煮みたいなやつをちょっぴろってご飯の上に出して、それをこうちまってかじりながらご飯を食べるのよ。それ大好きで。ないでしょ。ないよ。いや、なんか多分関東だけ、千葉とか茨城とかあの辺。それ何、おかずとして出てくるの？いや、ご飯のふりかけとかそういうなんていうの、ご飯にのせる何かとして。じゃあおかずはあってそれが別で出てくるの？なんか味噌ピーなかった？味噌ピーない。味噌ピー知ってる？知らない。ピ
ピーナッツと味噌が練られてるやつもこういう感じで、それをご飯にキュッとかけて、味噌ピーとご飯を一緒に食べるやつの感じの魚の角煮バージョンがあったのね。でそのマグロのこの部分がそれとめっちゃ近い味してわかんない、共感できないんだけどやばい懐かしポイントで加算されちゃう。こんなところであの味にもう一回出会えるとはみたいな。でもこれのさ、ちょっといいところは真空されてることね、悪いところはちょっと酔っ払ってくるとこの開け口のところがもう探せなくなっちゃうっていう。でも最初に飲む前に全部皿に出しとかないか。そうだね、これはちょっとやばい、これめっちゃ美味しいわ。静岡県在住コヨトリネームなこさんから、ミクさん先生こんにちは。ビールのおつまみと聞いてこれしかないというものがあるのでコメントします。それは石原水産のマグロチーズ、静岡の名産マグロとカツオを角煮にしたものと、チーズが合わさった最強の組み合わせです。角煮が甘口なのでチーズのしょっぱさと相性抜群で、濃いめのその味をビールに合わせるのが最高です。味も食感もたまりません。私の推しはマグロ、通称マグチですが、カツオも美味しいのでぜひどちらも食べてみてほしいです。袋に入っている個数が少ないのでいつも夫婦で取り合いになっています。確かにこうまいけど、この袋を開封するのは前半の方じゃないときついかも。そう、もう私いつもお酒飲まないからもうすでに来てるから、でも確かに味が濃いから、これちまちま食いよ。これだからサイコロ状のやつが、マグロ2個チーズ2個入ってね、で最初に1個ずつ口に入れて、こうやってね、めっちゃ美味しい。このマグロの部分のやつがもう懐かしすぎてやばい。思い出補正。チーズはそんなにさ主張がなくて、だから合うのかな。結構ね固めです、で角煮がおっしゃる通り結構甘口な感じ。でほんと給食の角煮の味。でもこれはワンチャンワインにも合うかも。そうだね、チーズもあるし、ワインにも合うと思う。日本酒にも合いそうです。これ買っちゃいそう今後。成城石井で買えるんでしょだって。確かに600円で何個9個1回で食べきっちゃうね。美味しい。でもね、長く味わえる、口の中で、だから数というよりはじっくり味わえる感じですね。もうちょっとこれでさマグチがさ1位取っちゃったらさ、つまみはには何かもチー入れとけばC1 グランプリだC1 グランプリ。久しぶりにビール飲んだけど美味しいわ。日本代表負けちゃったし。これ水曜日に収録されてるので、昨日の朝方、ブラジルに1点を先制しましたが、逆転負けと2点取られちゃったね、その後。いや叫んだよね。1点目はね、2人で輪になって踊ったよね。俺もなんかあの日はさ2時試合スタートで一回寝ようと思ってさ挑戦したけど、お前やっぱ寝れなかった。そうだよね、ドキドキしちゃってね。で眠いと思ったけど始まったらもう全然眠くなかったし、終わってもなんかしばらく寝れなかった、そうだよね。悔しかったよね。悔しかった。でもすっごいいい試合だったし楽しかったね。今年のその日本代表戦を見るのはね。だから4年後超楽しみじゃん。次4年後は三笘が出てくるかな。いやそれかもっとまだ無名の選手がこの4年で出てくる可能性もあるし、楽しみ。でもまだね、ワールドカップは続いてるんで。そうだ、ノルウェー対ブラジル楽しみ。ノルウェーブラジルね。はい、ということで、では次、エントリーナンバー3番風雅巻き醤油ピーナッツ、税込み994円。有明海産の若摘み秋海苔と厳選した豆を使用した海苔かし風雅巻き。ピーナッツに衣をつけ醤油だれで香ばしく味付けし、有明海産のパリパリの若摘み海苔で手巻きしました。こだわりの有明海産海苔、香り、色艶、味と3拍子揃った日本有数の漁業有明海産海苔。その中でも磯の香りと溶けるような柔らかさにこだわった海苔だけを使用しました。豆も高品質な豆にこだわり秘伝のタレで味付けし、カリッと香ばしく焼き上げました。豆の香ばしさが有明海産海苔の風味をさらに引き立たせます。丹精を凝らした手巻き、食べやすい食感を楽しむスティック状になった風雅巻きだそうです。だんだんね
本当でツボ抑えられ始めてる。本当そうだね。私の好みとかあなたの好みとかをさ、もう把握して必ずランクインするようなものをやっぱり皆さん用意してくださって、すごい。風が巻き、醤油ピーナッツだって、この前のつまみワンも、手巻き海苔納豆が入ったやつ、やりましたね。豆結構しっかりパイ詰まってる感があって、皮パリパリ。これどこで買いました？これはですね、熊本県のなんか名産品なのかならしいんですけど、今回買ったのは日本橋三越の地下デパ地下ですね。へえ、いただきます。いただきます。これすごっ。海苔の香りもいいし、これ豆がめっちゃ美味しい。豆めっちゃ美味しいね。これどこかんでもちゃんと豆が口に入ってくるとか、豆と海苔が一緒に。これ手巻きしてんの一本一本。マジで。めっちゃ美味しい。豆が美味しい。豆がさ甘くてっていうか、その豆本来の甘みっていうかさ、海苔の風味っていうか、バランスがちょうどいい。豆のこの味付けがめっちゃいいんだと思う。小ゆとりネームピコさん、ビールのつまみおすすめですが、熊本に住んでいた時にめちゃめちゃハマった風雅の風雅巻きです。ビールのおつまみだけなく、子供のおやつ、お茶受けにもいいです。デパ地下の名品コーナーやアンテナショップなどで手に入るかなと思います。私は醤油ピーナッツとカシューナッツが好きですが、いろんな味があるのでいろいろ食べてみてほしいです。いろいろあるんだ。今回は一番おすすめしていただいた醤油ピーナッツをご用意したんですが、美味しい。これね、確かにおつまみにもいいし、お茶受けにもいいし、なんか俺子供の時こんなの食べてた気がする。食べたことあんのかな、ちっちゃい時。これそっか、熊本のお菓子だから。そうかもね。でもこれ結構高級で994円だから。確かに、じゃあないかも。このほんのり醤油を感じられる味付けに、豆の甘さとなんか豆がホロホロって溶けていくのと、海苔のパリパリ、この食感の違い、この海苔の中に見えないけど、粒が豆が一粒ずつ入ってるんですよね。この一粒ずつ。わかる。さ、なんだっけ、なんかスズメの涙っていうお菓子あったっけ？あれ？スズメの涙。ちょっと九州だけ？九州と関東でやっぱちょっと地域差があるから。これ。スズメの学校、これ知らない？あったよね。あった。これの高級版。ほんとそうだわ。それの高級版にも海苔巻きましたって言ってたわ。いや、これもね、ほら海苔ついてんのもちょっと。そうね、わかる。ちょっとついてるやつね。これは大阪のお菓子で、現在では九州地方の各地メーカーで作られている。だから子供の時にこれを食べた記憶があるから、なんか、だからさっき食べたことあるかもって言ってたのかな。あれ好きだった、子供の時。スズメの学校。なんかグリーンコープとかで買えなそう。グリーンコープかな。うちもグリーンコープだった。なんかあとトンボチョコとかね。懐かしい。あとなんだっけな。懐かしい。ポン菓子な。ポン菓子うちはあんま食べなかったな。人参のあれに入ったポン菓子と。うちトンボチョコだったな。トンボチョコ？トンボチョコってあれ？米菓子が入ったチョコレート。トンボチョコ食べてた。トンボチョコ。わかる。田舎はやっぱグリーンコープお世話になるよね。毎週の楽しみだったよね、やっぱね。あの時に食べたスズメの学校の高級版です。高級版だね。いや、美味しい。でもなんかね、やっぱ味付けがすごいやっぱ九州を感じる。そうだね。この醤油の風味とかなのかもしれないけど、醤油もなんか甘さがある感じがした。はい。ちょっと私ビールがなくなってしまったので、この風香るエールプレモル、これなんかさっぱりしてそうじゃない？でもそろそろもう酔っ払ってきますから。早くない？ビールって全然味違うんだね。ね。美味しいよこれ。すごい飲みやすい。僕はね、ビールはね、やっぱね、札幌派なんですよね。札幌派？男は黙って黒ラベルですよね。そうなんですか。じゃあ次行きたいと思います。エントリーナンバー4番富澤商店カリカリパスタ黒胡椒税込み298円。おやつにもおつまみにもなるカリカリパスタです。紅葉鳥ネームワクワクちゃんさんから、2020年夏頃からずっとミクさんの動画を見ているのにもかかわらず初めてのコメントになります。おすすめは富澤商店のカリカリパスタ黒胡椒です。
一つ一つが小さく軽いので時間をかけて楽しめるのと、黒胡椒が IPA などのガツンとビールにぴったりですということで、これ富澤商店って私がいつもお菓子を買ったりする。はい。なんかね、結構こういうパターンのおつまみみたいなやつが売ってんだ。そう、実は売ってるみたいですね。ノーマークだった。うん。美味しそう。 IPA に合うって。 IPA も買ってきてます。おお、なんかこの形状のお菓子ってよく見るよね、パスタ、ショートパスタ系っていうか。美味しそう。黒胡椒だって。結構まとわりついてますね。本当だね。いただきます。おお、おいしい。お、結構歯ごたえ。胡椒すごいよ。美味しい。これやばい。止まんないやつだ。カリカリパスタはさ、口の中に入ってった後のさ、胡椒の存在感が最高じゃない？硬いから、なんか噛んだ瞬間に胡椒が口の中にパーンって弾ける感じ。ほんとそう。長浜 IPA スペシャル。見せてあげてください。はい。パッケージが可愛いね。これ止まった。なんかさ、これといって特徴がないっつったらあれやけど、なんか次に手が伸びてる。わかる。このね、食べ終わりの後味がやばいのよ。もう次に行きたくなるっていうか。わかる。このね、硬くてガリガリってした時にちょっと脳が揺れる感じ。これがいいよね。そうなんだ。脳揺れる感じがいい。確かにね。脳に響く感じがね。脳に響く感じ。食べてるっていう感じがあるよね、やっぱ。これ一袋一緒に食べちゃうかな。でも結構量あるよ。これは美味しい。IPA に合うか。何でも美味しくなってる。結果何でも美味しい。結構癖ある。苦い。でも確かにね。うまい。これ結構永遠食べれる。わかる。終わりが見えなくなる。わかる。すごい。なんだろうね、この魅力は。わかる。なんか確かに一見特徴はなんか他にも売ってそう、なんかどっかで食べたことありそうみたいな。でもなんかこの胡椒の残り具合があるようでないというか。食感もいいんだよね。これ多分結構平打ちのパスタをツイストしてる2センチぐらいの大きさのおつまみですけど、これはやばいね。これはビールですね。これはビール。これ本当に確かにビールのおつまみって感じだわ。この IPA がないやつでも合うよ。富澤商店幅広いね。幅広い。こんなうちの全く視界に入ってこなかったんだけど。でもね、棚1個分ぐらい。でも確かにあるわ、こういうの。不思議なパワーがあるね。わかる。こんなんさ、ネットフリとか見てる時に置いといたらもう映像見ながらいつの間にか食べきってるやつだよこれ。これなんなんやろうね。わかんない。食べ終わった後の適度なちょっとオイリー感というか。わかる。がこのビールを飲みたくなる感じ。わかる。めっちゃ美味しいね。やっぱいいね。いいよね。このリセット感ともう一回食べたいなっていうこの止まんない感じ。前回さお酒のつまみワンやってさ、それもすごい楽しかったしさ大好評だったんだけど、なんかこのビールって限定することによって確かにこれはビールだわっていうおつまみが出てきて面白い。これ教えてくれたワクワクちゃんさんすごい。まだ20代なんだけど。ちょっと黒人みたいな選び方です。富澤商店でこれ買うってすごいよね。これね結構びっくり。結構ノーマークだと思う。しかも税込み298円。いやすごいです、これは。すごい、ありがとうございます。次エントリーナンバー5番ゴミハッチン監修ラー油風味の仰天税込み300円。静岡県民から愛されるご当地中華レストラン浜松餃子のゴミハッチン監修によるラー油風味の仰天は出世の町浜松市で生まれ、静岡県の新たなご当地スナックとして成長過程にあります。これはいっぱいこよとりさんからお手紙来てて、こよとりネームあみみさんから、ビールが大好きでいても立ってもいられず初めてエントリーさせていただきます。ビールを愛してやまない私からご紹介させていただくのは、静岡県民から愛されるご当地中華レストランゴミ発展監修によるラー油風味の仰天です。一口食べたらまさに餃子濃いめの味にサクサクとした食感が特徴で、ビールと仰天がやめられない、止まらない、そんな一品です。お手頃価格で気軽に購入できるのもおすすめポイントです。ぜひ一度召し上がってみてください。他にもいっぱい来てるよ。一旦食べてみるか。一旦食べてみるか。そもそも
のゴミハッチンを知らなかったですね。ね、まあ有名なんだろうけどね。俺らさ餃子ワンやった時さ、なんか静岡のところさ、2位じゃなかった？ 1位だったんだよね。1位か。これって絶対美味しいでしょって思っちゃうんだけど、どういう感じ？おわー、これイカ天みたいな。そうね、イカのお菓子あるよね、こういうの。うわ、ちょっとこれ匂いやばい。これが餃子なんですかっていう。餃子の皮を揚げましたみたいな感じかな。もうね、匂い嗅いでみて美味しい匂いするから。これ絶対うまいよ。おお、すごくない？ 3 段階ぐらいあるね。わかる。味がでしょ。わ、濃い味。わかる。すごい。でもう一回食べよう。はいはいはい。餃子をひたひたにタレにつけて食べた時の味。すごい、確かに。これもニンニクかな。わかる。真ん中でニンニクがくる。最初餃子の皮の感じを感じた後にラー油とニンニクを感じて、最後になんかあんの部分みたいな、わかる、味の濃さがくるっていう、このなんか味がこう、グラデーションで変わっていくの。声取りネームボールガールさん、ミクさん先生こんばんは。毎週の動画いつも楽しく拝見しております。はい、ありがとうございます。今回ビールに合うおつまみグランプリということで紹介するのはこの仰天ラー油風味味です。餃子でおなじみのゴミハッチンですが、この仰天はなんと餃子の皮をスナックにしたお菓子なんです。パリッとした食感と口に入れた瞬間に広がる餃子そのものの風味、そしてピリッと香るラー油がたまらなく、一度食べると手が止まりません。ぜひビールのお供に仰天を味わってみてくださいということですね。でこちらは声取りネームちょっとないんですけども、浜松名物である浜松餃子の皮をフライにしたもので、味は塩コショウ風味とラー油風味の2種類があります。どちらもビールが止まらないお味でおすすめです。餃子先生にちなんでぜひいかがでしょうか。やっぱ塩コショウじゃない、酢コショウだよ。酢コショウ。酢コショウも美味しそう。これあなたが好きそう。あれはどこのお菓子だかな。成城石井とかのスーパーで買えるんだけど、黄色いパッケージに入ったレモンイカ天っていうお菓子があるのね。見たことあるでしょ。あれのなんていうか食感っていうか、いや美味しい。てかラー油風味のものってやっぱビールに合うんだね。そうね。やっぱビールのおつまみやっぱ基本濃いものが合うんだわ。このグランプリ本当にご褒美会だからね。普段こんなにビール飲まないもんね。酔っ払ってきた。これは美味しい。しかもさ、これ300円だからね。安いね。安いよね、こんだけ量入ってる。なんかこれは静岡県内のお土産屋さんやコンビニ、あとネットで購入できるそうなので、静岡近辺にお住まいでない方もオンラインで。これあなたは静岡のご当地ショップ、アンテナショップ？そうですね、有楽町の交通会館ですね。で今回さ、なんかうまく調べてないけど、さっきから見る限りめっちゃ静岡のもの多いかも。今回ね、大体いつもさ10件前後さ紹介するやん。だから一応なんか在庫がないとかさ、そういった不測の事態に備えて、今回もちょっとこぼしすぎて13件ぐらいピックアップして、買い出しに出たわけですよ。5時間かけて大変だったね。探して13件中7件しか見つけきれなかった。なんか在庫がなかったり、そもそもなんかどこに売ってあるか分かんなかったり、結構アンテナショップの中身もさいろいろ入れ替わるから、半分ぐらい見つかんないわけよ。だからもうなんかこれなんか嫌がらせされてんのかなない商品を言われてんのかと思ってさもう販売してない商品をおすすめされてるのかと思ったの。と思うぐらい今回なんか人気だったりしてないとかもあるかもね。それもある。棚はあって値札はあるけどそのレーン何もないみたいな。じゃあやっぱ人気なんじゃない。でも今回ほんとね、かぶりもあんまりなくて、ほんといろんなものをね教えてもらってワクワクしながら探したんですけど、みんなビールにはやっぱこだわりがあるのね、つまみになんかあるのね自分の中の。なんか大体さいつも決まっちゃうんだよね。俺はもう枝豆か柿ピーか、あとイカそうめん。イカそうめんね。あと最近トマトのアメーラ。トマトをつまみにビール飲むの？飲める。そのままかじるってこと？もうかじってもいいし、ちょっとさ味塩かけてもいいし。ちょっと最近アメーラにはまりまくってる。アメーラっていう品種のトマトね。美味しい。
でもいいね、やっぱこれくらいさパンチがあるものだとさどんどんビールが進む。いやこれはすごい美味しいわ。満足感がすごい、あなた普段お酒飲まないけど、なんかこういうおやつ買ってくるときはなんかこういうものよね、イカ天とか、こういうなんか揚げ物チックなスナック菓子をよく買ってるイメージ。イカ天にこう海苔くっついててレモンみたいな。迷う。あと2つご紹介しましょう。なんかさ夏だとほら商業施設の屋上でさビール飲めるやつあるな。なんていうんだっけ。ビアガーデン。ビアガーデンとか行ったことある？ビアガーデンあんまないね。ないんだ。会社とかで行かなかった昔。佐賀にビルないからそれは誇張して佐賀にビルないんだ。佐賀にビルはないです。駅ビルとかないの佐賀に？でもなんかね、俺いなくなってからなんか駅が再開発されて、佐賀駅がそうほら博多駅がさ300歩横丁みたいな、あるやん。なんかそんな感じで駅直結のなんか居酒屋バルみたいな。横丁できたんだって聞いた。行ったことないけどでもそれは屋上じゃないんだねやっぱ。ビアガーデンはないんだ。佐賀で階段使った記憶あんまないわじゃあビア怒られるかもしれない。佐賀はね、階段ないかもしれないあるやろじゃあ次いきます。エントリーナンバー6番大黒屋商品ホルモン揚げ煎じ肉税込み432円。国産豚のホルモンをじっくり煎じ上げることにより水分を飛ばし素材本来の旨味が凝縮されています。口に入れた瞬間はちょっと硬め、少し噛むと柔らかくなり旨味がじゅわっと広がって長く続きます。塩味のノーマルタイプのものから香辛料を効かせたスパイシー、唐辛子やニンニク、食感の違う砂ずりやハラミもラインナップしております。お好みの味をお楽しみくださいということです。やばい、ホルモン揚げきた。はい、ちょっとね今回ね、いろんな味が確かに置いてあって、でもなんかこの豚ハラミ黒胡椒味、美味しそう。なんかこれの列だけ、たまたまかもしれないけど、ごっそりなくなってて、もうこれが一番人気なんかなと思って。ジャーキーみたいな。ジャーキーですね、感じですね。ビジュはね、ビジュはね、ビジュはあれですけど、はい、これはすごい、すごいゆっくりほどけていくねゆっくり、うわ美味しい。すごい、こんななるのホルモンって。ある一線超えた瞬間からいきなりジュワーってうまみくるよね。そう最初はほんと硬いジャーキーなんで、豚のジャーキーでっと思って噛んでったら、なんか繊維がなんかなんか崩れてって、最後なんかほんと繊維だけみたいな、でうまみドーンみたいな。コウヨトリネームケイコロさん、ビールのおつまみグランプリおすすめは広島名物、広島なんだ、煎じ柄。戦後貴重だった豚ホルモンを無駄なく美味しく食べるための工夫から広まった郷土のおつまみ。じっくり揚げてうまみを凝縮しているため噛むほど味わいが深まりビールがどんどん進んでいきます。商品としては大黒屋食品の煎じ肉ですということです。いやうまい。この後ビール飲んでうま。これさ喋れなくならん？わかる全然喋れないなこれケイコロさん一人で飲んでる可能性あります。これ絶対一人飲みしてるよね。美味しい。結構さ硬いし噛んでったら繊維がホロホロホロってなっていくんだけど、最後なんかなぜかスッとなくなる。わかる。美味しい。この最後のさ、ふわっといなくなるのと旨味を追い求めるために最初のこの紙を頑張るっていうね、すごいわ。なんか初めて食べたかもこういう系の。そしてビールを飲んだらいなくなっちゃうからもう一個みたいなさ、だからこれ絶対ケイコロさん一人で飲んでる。みんな大勢で飲んでる時にこれ食べ始めたらみんな無言になるこれでもねこれうまいよ。うまい。これ黒胡椒で正解だったんからなんかいっぱいあったよね。いやこれね、スパイシーも絶対美味しい。ニンニクも食べたかった。あった。この煎じ肉っていうのは初めて知った。これででもあれだもんね、戦後の貴重だった豚ホルモン無駄なく美味しく食べる工夫だからね、確かになんかそれを感じるというかさ、
なんか茨城のさ食べ物ってさ、一口目から感動を味わわせないとさ、なんかこう SNS もそうじゃん。これ TikTok とかもさ最初の3秒みたいなさ、もういきなりサビから始まるみたいな、ね、そうそうそう、音楽がね、もうそれに慣れてるじゃん、現代。でもこの後から味が出てくる、最後まで待てという感じが、時代性を感じるね、感じるし、こうじっくり味わうとかさ、口の中で転がす、これで一旦ちょっとこう一休憩できるというか、分かる？分かる。なんかさ、結局何かを味わう時にさ、ご飯もさ動画見ながら食べるとさ、味をちゃんと感じれないみたいなさ、言うやん、これはなんか物思いにふけるというか本当そう、それ言いたかったの。一人飲みの時にいいと思う。わかる。なんかちょっとモヤモヤしてること考えたりとか、なんか考える時にこれをこう口に含んで、って食べながら、もう食ってもね、ウェーイじゃないよね、ちび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 、物思いにふけながら、一日を終える準備というか、この食べる日記ですね。すごい作成してんじゃん。いや、なんかうちら、現代に生きる我々は、一つの物事を考えてるようで考えてないんじゃないかっていう、こう分かる？常にマルチタスクを強いられてるような状況だと、情報もいっぱい入ってくるしさ、一瞬で感じる味覚、一瞬で分かりやすさね、そうばっかり摂取してるから、悩みに対してもどんどんいろんな悩みを重なってって、悩まなくていいことに悩んだり、解決できないまま次進んだり、そういうこの生き急ぎまくってる自分を一旦立ち止まらせるような、なんかそういうこう幅を設けてくれるマイペースに立ち戻れるおつまみですね、なんかすごいわ、確かに令和の時代には、もしかしたら開発されないような商品かもしれない、でもこの令和に必要な商品なのかもしれない、いやそうなの本当そうなの。こういう時間、こういう味の楽しみ方、最近してなくなかったっていう、ハッとしたっていうか、これはいいよ。この平成初期生まれはさ、やっぱさどっちの感覚もさ分かるっていうか、ちょっと狭間ではあるやん、やっぱ令和と昭和の、そうね、なんか刺さったわかる令和8年に商品開発されたら部長ぐらいで落とされてると思う、でも大事よな。大事、だって今開発されたら一口目から味ドカンくる、絶対わかる。パウダーもりもりのわかりやすい豚ホルモンスナックみたいな、なんか考えさせられちゃった今、今自分ってちゃんと今この時代、今この瞬間捉えられてんのかって、はい酔っ払ってきてるから、いやでもわかる、いやちょっとなんかすごい、ケイコロデッサンありがとうございます。なんか、ビールも順調に開いてきております、オリオンビールいただきます。よし、じゃあ次最後ですね、いきたいと思います。エントリーナンバー7番、3食品沖縄ビアナッツ、税込み465円、3つの味。1、沖縄県産唐辛子入りタコスナッツ味。2、沖縄県産ウコン入りウコンカレー味。3、ミックスチーズ入りアーモンドチーズ味。ノンフライ製法だからカリッと香ばしい、油不要でヘルシー。恋おとりネームもいもいもいっかさんから、ビールのおつまみグランプリ開催とのことで、ビール好きの私の血が騒ぎ、迷わずエントリーさせていただきます。私がおすすめするビールのおつまみは3食品沖縄ビアナッツです。一粒食べれば最後まで手が止まらない3つの味がミックスされたサクサクナッツ。どうやらオリオンビールの酵母を使用しているそうで、それはビールに合わないわけがありませんよね。他のおつまみも迷いましたが、これからの夏に楽しめそうなおつまみでエントリーします。ぜひ試してみていただけると嬉しいですということです。あ、これ1個に3つの味入ってるんだ。ぽいね。いいね、かわいい。これどこで買ったんですか？これも有楽町の沖縄物産館。すごいですね、交通会館ってか物産、てかね、
はい、俺改めて思った。全国のアンテナショップ巡り特に東京住んでる人、マジ楽しいから。絶対した方がいいよね。結構イートインでご当地のソフトクリームとかお酒ちょっと飲めたりとか、なんかご当地のちょっとした B 級グルメ食べれたりとか、はいはい、あと俺がよく行く高知の、上のカツオのたたき定食食べれたりとか、レストランね、平日行ったけどにぎわってるし、やっぱね面白い。なんか沖縄も沖縄そばのいろんなレトルト商品あったりとか、あともちろんお酒もあるし、海ぶどうとかもあるのかな。海ぶどうとかもあったし、オリオンビールも見たことないオリオンビールがいっぱいあったりとか、プチ旅行だよね、あと琉球ガラス、はいはい、これマジでいろんな県に国内旅行してるみたいな感覚になる。行くたびにやっぱ面白いなって思う。わかる。俺交通会館マジで半日潰せると思う。しかもこのグランプリ始まってからめっちゃ行ってるから詳しくなってるよね、これちょっとどれがどの味なのかがさ分かんないんだね、見てこれ丸々としたやつと、これ唐辛子タコス味かもな。これが多分ねウコンカレー味だと思う。なんか黄色いから、で多分これがなんかアーモンドチーズ味な気する、いただきます。これは本当確かにビールのおつまみって感じだね。だってビアナッツでしょ。うまいよ。沖縄ビアナッツうまい。これアーモンドチーズだろ。そうだし、タコス味うま。これウコン。そんな一気に食べると後味で感じるのにこれ。島唐辛子タコス味。軽いね。軽い。ノンフライ製法か。ウコンカレー味もうま。これ多分沖縄じゃめっちゃ有名そうよな。これは美味しい。どれ食べても美味しいね。軽い。確かに、もう混ぜてうまい。さっきさ、あんだけセンジニックでさ、やっぱ味わい深いよねとか噛めば噛むほどこう分かりやすいけどうめえ。うちらも染まっちまってんだよ。うまいね。これは分かりやすくてうまい。でも一個ずつちゃんと味の違いを感じれるけど、一気に食べても美味しいね。味が喧嘩しないから、酔っ払ってたら何が何だか分かんなくなってさ一気に食べるじゃん、でも美味しい。いやなんかいっぱいあった。ビアナッツの他にも、沖縄物産がでかいんだよね。でも商品もいっぱいあるんだろうね。沖縄は確かにさ特徴的な食べ物多いじゃん。これやっぱうまいね。美味しい。軽いのがいいかも。やっぱ油不要じゃん。やっぱ油っぽくないなと思った。なんかね結局ね、ビール飲む時のおつまみって決まっちゃうんだよ、もう毎回。でもやっぱこうやっていろんなものを楽しめる飲み物であることは間違いないね。いやほんとそうだね。これがなんかもっとコンビニとかに進出してきたら、ものすごく気軽になんか人って買っちゃいそうな。そうね。もう一袋今行こうとしてる。でこれなんかすっごいパクパクいけちゃう。軽いほんとこれ。でもこの沖縄ビアナッツ多分結構ロングセラーっていうか相当昔からあるんやろうね。多分知ってる人いっぱいいるのかもしれない。だってこの前のつまみワングランプリで1位取ったカズチ、あれはもうみんなが誰もが知ってますよって言われたもん。いやだけどあれは、俺らが台湾いる時に流行ってたから、全く知らなかったよね。ズコってなったらしい。そうなんて感じですね。うちらは初めて食べたじゃん。だからこの沖縄ビアナッツも、みんながもう当たり前に知ってるのかもしれない。いや美味しい。以上7件ですね。はい。どうですか。なんかもう一回食べてみたいっていうこのグランプリを毎回ね、全部が美味しいのは当たり前なんですけれども、グランプリと称してるのでうちら的1位を毎回絶対決めようというのがちょっとルールみたくなってるんですけど、なんかこうもう一回食べたいとか。最初の柿の種ラー油、なんだっけ、柿の種オイル漬けプレッツェルと富澤商店。仰天はね結構覚えてる。しかも間口食べるかな。僕は最初の柿の種プレッツェル。やっぱ間口はちょっとこの酔っ払ってる人にこの開け口ぶり。ちょっとこれ食べてみて。嘘やばい。こんだけ味濃いもん食べてもすごいこれまだ濃い。いやより濃く感じるんだけど。すごくない？ちょっと待って。うわこの胡椒のやつも美味しいよ。脳が揺れるねこれは。この硬さがいいよね。これ全部美味しいんだよな。今回も間口ね。
間口まろやか、口当たり優しい。なんか1回目より味濃く感じる、全部が。やっぱ千字肉効果だからそうかな、あ、でも千字肉でさえ重みより感じるような2回目のが。むずいな悩む。ビールのつまみっていうことで。そうね、やっぱりここは。うわ、2択だな俺は。私も私結構何択かあるけど、今回はね決まった。じゃあ一応おさらいしますか。はい。エントリーナンバー1番、安倍厚生菓柿の種のオイル漬け味のプレッツェルです。エントリーナンバー2番、石原水産マグロチーズ。エントリーナンバー3番、風雅巻き醤油ピーナッツ。エントリーナンバー4番、富澤商店カリカリパスタ黒胡椒。エントリーナンバー5番、ゴミ発鎮監修ラー油風味の仰天。エントリーナンバー6番、大黒屋ホルモン揚げ千字肉。エントリーナンバー7番、3食品沖縄ビアナッツです。どうですか？いやー、2択で迷ってますね。いやー、結構悩むねこれは。いきます。お、いいの？せーの、安倍厚生だ。マジ？柿の種のオイル漬け味のプレッツェルです。あなたも？すごい。初めてじゃない？初めて。すごい、満場一致では、はい。満場一致2人しかいない。はい、ではこちら安倍厚生菓の柿の種のオイル漬け味のプレッツェルです。これね、なんかすごいんだよね。さっきも千字肉の時とは逆になっちゃうんですけど、口に入れた瞬間のまずこうグッと味がくる感じと、プレッツェルの硬さ太さと、ニンニクのガツンと感、ラー油のピリッと感、この食べやすさ、そういえば全てがこうビールにすごく合う。他のも漏れなく美味しいんだけど、わかる。ビールかって言われると、なるほどね、確かにね。そう。ちなみに俺の2択はこの富澤商店同じこのカリカリパスタ黒胡椒か、わかる。これから悩んだよ。わかる。でもこれうまいけど、ビールじゃなくても、確かになんかワインとかにも合いそうな雰囲気。ワインとか、なんかウイスキーとかでもいけるなっていう。やっぱでもなんか夏のビールに、わかる。なんていうの、結局さ、ニンニクうまいやん。そうなんだよね。で、あとやっぱこの柿の種って、マジで俺こぼすんよ。酔っ払ってくると。でもこれはさ、もう確実に口に入れることができない。びっくりするぐらいニンニク。いや、そうなの、すごいの。ガツンと感がすごくて、だから私ね、こう一瞬ね、やっぱ千字肉も悩んだの。あとは沖縄ビアナッツも、全部あれなんだけど、でも最後あなたがこれをもう一回食べてみようって言って出した時に、もう一回食べた時の、やっぱ美味しいねこれっていう。もうなんかいっぱいおつまみがあって、再びこれにたどり着いた時になんかもらえるインパクトが、やっぱすごいなって思った。いや、もうすごい、初めて2人が一致した商品です。安倍厚生菓の柿の種のオイル漬け味のプレッツェルです。美味しかった。でもね、全部今回ほんと全部美味しくて、仰天もうまいし、この風雅巻きも美味しかったし、間口もね、間口も美味しかったし、この富澤商店のこれはこんなにも、なんだろう、やみつき感があると思わなかったし、千字肉にはもう人生と時代を考えさせられたし、沖縄ビアナッツもめっちゃ軽くて美味しくて、いや、すごい。皆さん本当にありがとうございます。ぜひ前回の動画にね、皆さんたくさんコメントしてくださってるので、それも見てこれからの夏のビール、楽しんでみてほしいですね。はい、ありがとうございました。ということで、来週は70回記念なんですね、最近土曜ラジオが。またゲストがいるんですか？そうですね、今回ゲストをお呼びしております。前回のアリゾナトリップ Vlog、 そちらに同行していただいたマナさんがいらっしゃると思うんですけれども、マナさんに登場していただきたいと思ってます。マナさんのちょっとプロフィールを簡単に紹介したいと思います。マナさんはネイルサロンムーンリットバイマナネイルズのオーナー兼ネイルアーティストです。ネイル歴は20年、
パーツを使用しない手書きアートの先駆者として全国海外でアメリカやアジアを中心にセミナー講師を行っています。オンラインサロンでは1500人以上の方にレッスンを行っているそうです。ネイリストとしてのインスタグラムフォロワーは日本一。そして2010年頃から海外旅行にはまり、渡航回数は150回以上、行った国は46カ国だそうです。マナさん一時期プロトラベラーとしても活躍してたりとかして、旅を仕事に、ネイリストという傍ら旅を仕事にしていたので、こう旅を仕事にするにはっていうお話を聞いたりとか、あとはもう本当にいろんなところを旅してるので、おすすめの国だったりとか、こうどういうところに行くとこういう楽しみがあるよっていうのをいろいろ教えてくれると思うので、皆さんにもねぜひこう質問、例えばこう旅を仕事にしたいんですけどっていう方がいたら、どういうふうにマナさんがその道に行けるようになったのかっていうことをきっと教えてくれると思いますし、あとこれから夏休みとか年末旅行どっか行きたいな、どういうところに行ったら楽しいと思いますかとかさ、旅のお悩みをぜひ皆さんマナさんにコメントしていただけるといろいろ答えてくれると思います。本当どこにでも行ったことあるからそうねそうアフリカとかも行ったことあるし、メキシコも4回ぐらい行ったことあるとか言ってたし、あとバリが大好きなのマナさんは、だからバリ島のおすすめはありますかとか言うといっぱい教えてくれると思うので、そういう質問をねいただけると嬉しいです。でもあとは多分視聴者の中にもネイリストなんていっぱいいるだろうし、聞きたいこといっぱいあるやろうし、いや本当そう、女性社長としてのやっぱ立ち振る舞いとか、あと多分マラさんってやっぱ、なんかパキッとしてるやん、わかる。俺ら以上にやっぱなんかうじうじすることがないっていうか、すごいよ。信じたらそうなるって本気で信じれるタイプの人じゃんだからなんか普段の僕らに質問してもらえるような質問とかでも、多分僕らとは違う回答がもらえる人だと思うし、本当そうだね、何か始めたいなと思って勇気が出ない人とかって、マナさんに質問していただければスパッと言ってくれて、っていう。でもそれを実現してきた人だから、すごく説得力があると思うので、ぜひねそういう幅広くいろいろご質問いただけると楽しいラジオになるかなと思いますし、あとネイルしながらやっていただこうかなと思ってます。いやネイルサロンではい、なのでそういう風なちょっと特別な回にしたいと思っています、なのでこの動画に声を取りネームをつけてマナさんに向けた質問いろいろいただけると嬉しいです。今回はたくさんの方に、おつまみのご応募いただきましてありがとうございました。では今週は以上となります、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。